モンハンシリーズには、他のモンスターの引き立て役になってしまったモンスターたちが存在する。今回は、そんな悲しいモンスターを振り返っていくぜ。かわいそうに。おいおい、ゲームしながら泣くなんてどうしたんだよ。いぶしまきひこがなるはたた姫に吸収されちゃうシーンを見てるのよ。なんだか、かわいそうになっちゃってね。いぶしまきひこはなるはたた姫に自らの力と光沢したんだよな。モンスターながら男気には痺れるものがあったぜ。なるほど。そう考えるといぶしまきひこは男らしいわね。それに、歴代モンハンにはもっと悲惨な目にあった引き立て役がいたんだぜ。そんなのいるの？さらっと流しがちで忘れられてしまっている人もいるだろうが、改めて注目するとかわいそうな目に遭っている引き立て役モンスターは結構いるんだ。彼らの犠牲を悼むためにも、今回は引き立て役になってしまったモンスターを5種ほど紹介していこうと思う。心して聞くことにするわ。最初の引き立て役モンスターはドスジャグラスだ。ワールドで最初に対決することになる大型モンスターだぜ。ドレッドヘアが活かすわね。ドスジャグラスは誰の引き立て役になってしまったの？まずはアンジャナフだな。ワールドのチュートリアルで調査拠点を目指すんだが、そこのイベントでアンジャナフにボコられてしまった。自然界の力関係を描写したんだろうが、登場して早々、他の種にやられてしまう大型モンスターは珍しいんだぜ。捕食寸前のレベルまでボコボコにされてるじゃない。さらに、後に対決するアンジャナフの登場ムービーでは、完全に仕留められてしまっているぜ。アンジャナフが、ドスジャグラスの死体をハンターに放つんだが、この死体からは素材を剥ぎ取れる。戦ってもいないモンスターを剥ぎ取れるの、ちょっとシュールね。さらに、後のイビル城の登場ムービーではあっさり加え上げられてしまう。イベント後は加えられたまま振り回され散々ダメージを負わされた挙句、ハンターとイビル城の戦いを尻目に敗走していく。気の毒すぎて泣けてきたんだけど、ワールドで戦う最初の大型モンスターだしアクトノスを丸飲みにするし、インパクトは十分にあるモンスターなんだけどな。ドスジャグラスは悲しい役回りばかりが目立つんだ。2度も3度もやられちゃうのはかわいそうね。次の引き立て役モンスターはドスジャギーだぜ。やたらとネタにされてるのを見かけるけど、ドスジャギーも他のモンスターの引き立て役なの？引き立て役としてはドスジャグラス並み、いや、それ以上かもな。何をされたのよ。主に不意打ちだな。トライ G のオープニングムービーでは、ハンターとの戦闘中にリオレウスアシュに奇襲されてしまう。毒詰めで拘束されているがその後の安否は不明だぜ。リオレウスアシュの強さが見事に引き立っているわね。次に、ボルボロスの生態ムービーだ。ドスジャギーは子分を率いてアクトノスを追い詰めていたんだが、そこがボルボロスの縄張りだったんだ。ボルボロスの逆鱗に触れてしまったのね。怒ったボルボロスに勝ち上げられたドスジャギーは、車田正美先生の漫画みたいな吹っ飛び方をしてしまったぜ。落下した後に動かなくなってしまっているが、生死は不明だ。ボルボロスに食べられちゃったのかしら。いや、ボルボロスは肉食じゃないから大丈夫だ。気絶してたなら幸いだけど、死んじゃってたら悲壮感が倍増するわね。そしてドスジャグラスと同じく、トライ G のイビル城登場ムービーでも犠牲になったぜ。子分と一緒になってアクトノスを追い詰めていたんだが、飛び降りてきたイビル城に潰され捕食されてしまう。なんか、ドスジャグラスと違って歯向かう暇もなくやられるパターン多いわね。子分と一緒にアクトノスを追い詰めてさらに格上のモンスターにやられるの。ドスジャギーの様式美になってない？お約束感はあるな。生態系のピラミッドとしてはわかりやすいが、アクトノス以上にかわいそうに見えるのはすごいよな。確かに、見事な引き立て役だわ。ちなみに、4のイビル城公式画像にもドスジャギーは登場しているぜ。見えづらいが、イビル城に加えられて振り回されているのがドスジャギーだ。なんか、躍動感のあるやられっぷりがちょっと面白いわね。次の引き立て役モンスターはラオシャンロンだぜ。ラオシャンロンは固有種だし超大型だし引き立て役になるなんて。ラオシャンロンはミラボレアスの引き立て役だぜ。あ、そういえば、ラオシャンロンってミラボレアスから逃げてたんだっけ？そういうことだ。苦労して撃退したラオシャンロンも、さらに強力なミラボレアスから逃げていただけだったからな。直接食われたりボコられたりはしていないがしっかりと引き立て役になっているぜ。別に人を襲うとしてで歩いてたわけでもないのよね。ラオシャンロンからしたら、逃走経路にたまたま人が住み着いていただけだからな。ミラボレアスから逃げてただけなのに、人間からボコボコにされてしまうという悲しい話だぜ。確かに、壮大な引き立て役だわ。ラオシャンロンには何の悪意もないってところがかわいそうね。ダブルクロスでは、圧倒的進化を遂げた狩猟設備の引き立て役にもなっていたな。逃げてるだけなのに居留法まで打ち込まれてるんだよな。って思うと、さすがにかわいそうだったぜ。犬も歩けば棒に当たるとは言うけど、限度があるわね。気の毒すぎるわ。
まあそうなんだが、変に同情していると砦を突破されてしまうぜ。慈悲を持ちつつ、実際の防衛戦では心を鬼にして迎え撃つしかないな。次の引き立て役モンスターはキリンだぜ。ラオシャンロンに続いて、またも固有種なのね。同一の固有で2頭討伐クエストがあったり、他の固有よりもワンランク下の扱いを受けている印象だぜ。引き立て役として特に有名なのは、アイスボーンでラージャンに角をへし折られた場面だな。ラージャンが発電機関を扱えるようになるには、キリンの角を食べる必要があるというのも衝撃だった。それって要するに今まで遭遇してきたラージャンの数だけ、人知れずキリンが角を折られてるってことよね。悲しい話だが、そういうことになってしまうな。固有級の危険生物とはいえ、固有種ではないラージャンの通過儀礼になってしまっているのがキリンの悲しいところだぜ。引き立て役としてもかなり味わい深いものがあるな。味わいというか、じわじわ悲しくなるわね。キリンには亜種もいるが、影の薄い亜種動画のコメント欄でも、公式に存在を抹消されてしまったと嘆かれていたぜ。イベルカーナが氷を操る初の固有として公式に扱われていたからな。キリン亜種は人知れず引き立て役になってしまったと言えるかもしれない。イベルカーナを引き立てるために存在しなかったかのような扱いを受けてしまうなんて、泣けるわ。最後に紹介するのは 4G のみに登場した幻のモンスター、アルセルタス亜種だぜ。これは影の薄い亜種動画で紹介していたわね。アルセルタス亜種はゲネルセルタス亜種とオスとメスの関係にあるモンスターなんだが、妻であるゲネルセルタス亜種の引き立て役にされてしまったんだ。どんな扱いだったっけ？ひどい言い方をすれば使い捨てだ。ゲネルセルタス亜種のフェロモンによって引き寄せられたアルセルタス亜種は、妻の戦闘に利用されてしまう。無理やり背中に乗せられるんだっけ？そうだぜ。ゲネルセルタス亜種は飛べないんだが、アルセルタス亜種が頑張って、引っ張り上げることで飛べるようになる。さらに、ゲネルセルタス亜種が向いてない方向にもアルセルタス亜種が、麻痺毒の液体を放つから視覚が減るんだ。いいコンビネーションね。利用というより協力って感じがするけど、何か忘れてるような。肝心なのはそこだぜ。妻の戦闘を補助したアルセルタス亜種がどういう最後を迎えるかというと、なんと、味方のはずの妻にグレスと一緒に発射されてしまうんだ。発射されたアルセルタス亜種はどうなってしまうんだっけ？着弾と同時に爆散してしまうぜ。剥ぎ取りもできないくらいバラバラになってしまい、後には何も残らない。血も涙もないわね。虫だからな。ちなみに、夫を射出したゲネルセルタス亜種は、何事もなかったかのように地中から新しいアルセルタス亜種を掘り出して、戦闘に参加させるぜ。今までとは違った引き立て方、かつめちゃくちゃ悲しいわね。自らを犠牲にした点に関してだけはイブシマキヒコと同じなんだけどな。イブシマキヒコからは男のかっこよさ、アルセルタス亜種からは男の悲しみを感じるわ。引き立て役になってしまったモンスターたちの紹介は以上だぜ。私、今回紹介されたモンスターをまっすぐ見れないかもしれないわ。確かにかわいそうではあるんだが、彼らは立派に役割を果たしたとも言えるぜ。既存のモンスターとの力関係を描写するから、新しい強敵の強さがなんとなく伺い知れるわけだしな。アルセルタス亜種に関してはその例にも当てはまらないが、アルセルタス亜種はかわいそうすぎるわね。でも、引き立て役がいてこそ今日モンスターが際立つってことかしら？実際、そういう演出は少年漫画にもよくあるぜ。まあ、あんまりそういう役が一種のモンスターに集中するのはかわいそうな気もするけどな。そうね。今回紹介されたモンスターを狩ることになった時は、少し優しさを持つことにするわ。紹介したモンスターの引き立て役っぷりに胸が熱くなった人は高評価を。いろんな視点からモンスターを振り返る動画も投稿していくから、チャンネル登録よろしくね。引き立て役モンスターへのねぎらいや、他の引き立て役モンスター候補などあればコメント欄に書き込んでいってくれ。ご視聴、ありがとうございました。クエストを受ける前に、どのモンスターがターゲットなのかは必ずチェックするよな。だが、どんな理由でそのモンスターを狩猟してほしいのかという部分は見逃されがちなんだ。ちゃんと読んでみると、モンスターより依頼人の方がヤバかったり、モンスターが気の毒になったりと、いろんな依頼文があるんだぜ。歴代シリーズのクエスト依頼文から厳選した、ユニークな依頼文をご紹介だ。次回、歴代モンハンのユニークな依頼文11選。ゆっくり見ていってね。